今回は2012年から2013年にかけて放送されたアニメガールズ&パンツァーの第7話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。安定してんな本当。キャラも話もいいわ。やべえ、ネタ豊富すぎだろう今回。戦闘シーンはほぼなかったけど、掘り下げられたキャラ多くて、内容は濃かったな。戦闘なかったけど、一気にキャラ掘り下げたな。いいため会だった。日常会と戦力強化と交流会と風呂会と、盛りだくさんだったな。普段絡まないキャラ同士の絡みも見れたし、RPG 的なワクワクもあったし、ほんといい回だったぜ。今回でうまいこと、チーム同士の親睦が深まったな。本当に外さないアニメですわ。今回は世界観を広げる意味で、面白かったな。アンチオとは、一体何だったのか。次はアンチオですとは、何だったのか。2回戦が5秒程度で終わった。アンチョビー。勘弁してくれ。5秒で瞬殺とか。想像以上に、アンチオの扱いがひどかった。イタリア軍よアンチオ、体調可愛いのに、一瞬はひどい。相手校に会長にちょっと似てるキャラいるから、因縁でもあるかと思ったら、そんなことなかった。アンチョビちゃんとの戦い壮絶すぎて、一瞬にしか感じられなかった。この演出は全然ありだわ。びっくりしたけど、これはこれでありでしょ。圧勝でも戦車戦省くのは、物足りないな。せっかく新戦車も入ったんだし、全部ワンクールが悪いんや。アンチオ戦は OVA で、嘘。プラウダ戦とお姉ちゃん戦を残してあと5は、じっくりやれそうだな。とりあえず、マコのばあちゃんが無事で何より。おばあが、雷ばあさんすぎてはロタ。今回のベストヒロインは、ばあちゃんでいいだろ。しかしばあちゃん、戦車乗れたっておまんま食えないとか、戦車道で飯食ってる、西住家の子を前にしてひどいわ。あんな愛想のない子だけどね。よろしく。このセリフにキュンときた。ババア可愛いよババア。身寄りが自分しかいないからね。ババアとしては心配なんだろう、色々と。そりゃあババアは可愛いよ。マコはばあちゃんと、二人暮らしだったんだな。しみじみ。照れて髪の毛もしゃもしゃしてる秋山殿可愛かった。しかしビビリ属性ということが判明した、レイゼイ殿もまた可愛かった。それにしても、鼻は肝ったま座ってるな。マコを背負ってる花さんが、お父さんに見える。サオリンはお母さんに見えるし。花さん、パン一斤食いかよ。ちゃんとサンクスのロゴ入りか。花さんはカロリー消費がいいから、ドカ食いするんやな。そうでもなければ、マコをぶれないんやな。ずっとマコを背負っても平気な花さん。ビビるものがない花さん。とりあえずメンタルとタフネスは、花さんが最強ということは分かった。感動程度ではなんともないからなあの人。心まで鋼鉄に武装した、乙女と言えよう。おっとり才女ペアいいね。ワンクールでギチギチの進行の中、こういうストーリー展開に直接関係ない、間を挟んでくるところがいいね。脚本家女性で大正解だわ。俺らは1ヶ月足らずで、戦車通り修正全員の名前を覚えたのに、2学期が始まっても、ゆずちゃんの名前間違えてる花さんのこと、みんなどう思う？俺は、天使だと思った。緊急速報。歴女チームに、新隊員グデイリアン加入。秋山殿が、グデイリアンを拝命するとはな。友達が増えたよ。やったねグデイリアン。やはり、グデイリアンと歴女は気があったか。やっぱモンティは嫌なんだな。グデイリアンという柄でもなさそうだけど。モンティ。なんで俺はダメなんや。秋山殿いい子すぎる。駅員さんに敬礼してたシーンいいね。秋山殿の寝言にも絵師した。秋山殿の、楽しかったじゃないですかのセリフにほんわか。秋山さん、超可愛かった。しかもぬるぬるとよく動いていたな。西住殿を元気づける時の、秋山殿が可愛すぎる。妙にぬるぬる動いてたな。歴女チームに、それだ。いただいた時の、秋山殿が可愛すぎる。頬を染めて、ニコニコ戦車を眺めてる秋山殿が、天使すぎた。沙織、私たちの歩いた道が、戦車道になるんだよ。感動した。さすがサオリン。嫁にしたい度ナンバーワン。これが私たちの戦車道。感動とか泣いたとかじゃない。俺はすごく嬉しかったよ。サオリンは、机上で恋愛の達人。かわいい。沙織ちゃんはモテモテだったね。沙織殿の悪感力、上昇中。戦車が恋人でいいじゃないですか。1年生、それフォローになってないよ。沙織はほぼさんみたいだな。1年生3人が、サオリンに抱きついてるシーンの、微笑ましさよ。サオリンの1年生へのお母さんっぷりが、微笑ましかったな。可愛かった。
私服が可愛くて、まさに私服の時間。秋山殿のミリタリーカーボも、似合っているね。私服姿のミポリンと、デートしたい。白真。戦車用の制服は、家族会議の際にも使われる清掃。黒森ミポリン、凛々しすぎ。ミポリンフラッグ車なのに、友軍戦車が転落したのを助けに行ったがために、10連覇逃したのか。ミポリンらしい判断だな。仲間を救うため、荒れ狂う濁流に飛び込み、ハッチを開ける西住殿は、度胸も身体能力も波以上のようだわ。西住流半端ない、叩いてもいい勇猛な行為だわ。あるいは仲間を救いたい一心だったのか。通過人命救助したなら、フェアプレイ賞か特別賞くらいやったれよ。ところで、戦車が川に沈んだらどうなるの？そしてそれを少女が救えるの？そこは戦術等でかな。なるほど、西住殿の過去。確かに西住殿のお母さんは正しい。正しいけど気に食わないな。仲間の犠牲を承知で掴んだ勝利など、英雄にはなれても、ヒーローにはなれないのだよ。ミポリンの過去は予想通りな感じだったな。しかし今日で完全に吹っ切れたみたいでよかった。戦車で戦うってとこがあれなだけで、話は本当に正統派部活アニメだな。最後まさか西住隊長が、全裸でみんなの前に立つとは思わなかったわ。少しは隠せよ。普通のアニメなら、バスタオルする場面だが、もろ出しするミポリン男らしいな。今回は暗号チームと、他のチームの交流が見れてよかった。腰抜けども。お前が言うな。ももちゃんにだけは、腰抜け言われたくないわ。いいな、腰抜けども。バイモモ。誰か先週の慌てふためき、涙目の桃たそ画像を晒してやってください。戦車乗りは、頭に血が上りやすい人が多いからね。ももちゃんは、戦車に乗ってない時は頼もしいな。勝たねばならぬ、で押し切るももちゃん、マジ9軍。お風呂のシーン、ももちゃんよく見ると油で座ってるな。男らしいぜ惚れる。しかし会長、やっぱ戦車に詳しいんだな。戦車の名前聞いただけで、すぐに強さわかるみたいだし。次回予告で、仲良く3人揃って写真撮ってる生徒会に、和んだ。なんだ今の、次回予告のももちゃんは次回は、生徒会メンバーの過去回か。いやー、丸山ちゃんの安定っぷり。暗闇の中で、丸山ちゃんの瞳には何が映るのか。丸山ちゃん、救助が来ても虚空を見たまま、微動だにしねえよ。あれがちでお化けいるかと思った。敗北しようが遭難しようが、安定の丸山ちゃんに感服。ちゃんとピンで抜いてくれてありがとう。一年図とか、非力さがリアルだったな。そういえば、戦車道始めたら、彼氏に逃げられた1年生が、うつぎちゃんは、本当に男に逃げられてた。射撃練習でも、バレー部がどんどん上達してる。いい車乗せてあげたい。練習で的にドンピシャで当ててたの、バレー部チームかな？ほんと、戦車乗り換えさせてあげたい。射撃当たって喜んでる89式に、切なさを感じた。どうせ無駄なのに、ゲホゲホ。はっけすげー。歴女が有能すぎるだろ。忍法だけでもハイスペックなのに、駅までやるとか。カバチームの誰だかの毛で、新戦車と遭難者発見に笑った。三突もあれで池の底から探せたんだな。敵フラッグ車の位置も、あれで探すなんてことも可能かな。サイモン座が、両方目を開けてるじゃないか。大洗チーム同士の交流やって欲しかったから、今回は大変満足ですわ。ガルパンはいい子だらけ。嫌われキャラのいないアニメは素敵。とかシーン出すなんて、さすがわかってますね。黒森峰時代の回想シーンで登場した、戦車について教えてください。ミホノがティガー1で、他は3号。3号戦車 50mm L60 搭載タイプ。優勝常連の割に、見劣りするスペック。アンティオの、あのちっこい戦車は何なんだ？イタリアの誇る豆戦車、L3 シリーズだと思う。走行は89式でも勝てるほどの希少種。火力はタイプによって違うんでよくわからんけど、よくても89式と同等か下手したら負ける。小柄で速度が速いのだけが取り柄。アンチョビちゃんが乗ってたのが P40、一番まとも。後ろの左はセモベンテ M41、役割は3突と似てる。右は L3、機関銃しかありません。速報。ルノー B1 ビス確定。やっぱり、新しい戦車や装備の登場はワクワクするね。89式よりはいっか。B1 ビスはカルガモチームかな。池で発見したわけだし。アヒルさんと一緒で、シルエットがそれっぽい。ルノー B1 は、まあ 38T 程度のスペック。ただし、古いけど重戦車。ルノー B1 ビス。数少ないまともな走行と火力持ち。重戦車。
だけど第二次大戦序盤の戦車なので、まともな奴ら相手すると辛い。方針に洗濯物干すって、海軍かよ。方針乾燥きた通貨4号ちゃん、超方針かきたこれ。これで勝てる。やった。方針を交換して、D 型から F 型にするんだよ。4号 F2 型きたこれ。しかし足回り F 型だった伏線がここで出たか。最初から F 型にしとけよ。F2 型ってなんぞや、教えてエロい人たち。今まで暗号チームが乗ってた4号は方針が短い。方針が短いと貫通力が低い。それで方針を長くして、貫通力を強化したのが F2 型や。まあ、厳密には D 型と F2 型では、車体も砲塔も形状違うんだけどな。超方針化はマジででかいな。もうほとんど別の戦車と化す。戦車知識皆無だけれど、4号超方針化ってのは、規則上は問題ないのかい？実車が存在するからもう満体。修理や車種転換で、後方に送られた単方針型の一部は、超方針型に改装されている。実際に史実のドイツ軍が、4号戦車 D 型を改修して、超方針乗せてる。遭難地点にあった戦車何？方針と砲塔の形状から、テイガー1かと。あのシルエットは、やっぱタイガーなの？最後のよく見えなかったけど、テイガーってマジかよ。予想外に強化してきたな。いや待て、テイガーペイの可能性は？そうか、ポルシェ型テイガーの可能性もあるか。そうなら、めんどくせえ戦車拾っちゃったな。テイガーは暗すぎて、テイガー1だか、ポルシェテイガーだかわからんな。砲塔の上の真ん中膨らんでた？テイガーと、ポルシェテイガーってどう違うの？教えてみり方面の人。お姉ちゃんのテイガーは、ヘンシェル社のもの。ポルシェテイガーは、ポルシェ社のもの。実際にテイガー1として量産されたのは、ヘンシェル社のもの。ポルシェさんが水郷で作ると、ポルシェテイガー。テイガー1は、ドイツの伝説の最強戦車。ポルシェテイガーは、ドイツの伝説の最強マッドサイエンティストの道楽の代物で、まともに動かない欠陥戦車。ポルシェテイガーが、どんだけ欠陥品かというと、上り坂、登れない。下り坂、モーターが発電しちゃってコードが燃える。平地を走らせたら、地面に埋まる。要するに、まともに動かない。タイガー、テイガー、テイゲルの、3種の呼び方があるんだね。タイガー、英語読み。テイガー、ドイツ語読み。テイゲル、昔のドイツ語読み。テイガー1両あれば、戦術次第でどことでも戦えるな。うわ、これポルシェテイガーの、OVM 類の付き方に似てる。砲塔の左下のあたりに、丸ハッチがあるんだよな。多分ポルシェ車体だろうな。うっすらと側面の丸ハッチが見えてるよね。戦車を他として、ここに秋山殿に誓って、ポルシェテイガーだと自信を持って断言します。どうやら、ポルシェテイガーで間違いないみたいだね。さすがガルパン。外さないな。このスレの変態どもの解析により、ポルシェタイガーと決定した模様です。すげえな。最後のあんなシルエットだけで、車種がわかるとか、ミリオタ恐るべし。あの戦車使ったとして、どっから人員割くんだろうな。増員されるメンツが気になるな。オープニングにいてまだ未登場のキャラかね。テイガーはメンテが大変。大変なメンテといえば、誰が活躍するかわかるな。自動車部が、修理しまくりながら乗るんだな。ポルシェテイガーを、いかに高い稼働状態に保つかが、大洗が誇る自動車部の腕の見せ所だな。見えるぞ。新規参入した自動車部が、ポルシェテイガーに乗り込み、整備しながら戦う光景が、エンディング、超方針になっていたな。おい、エンディングの4号戦車が、超方針になってるで。エンディング、服を着替えた？それだ。西住家、掛け軸も、全身あるのみだった。家元の襖は一味違うな。西住家の襖の絵まで戦車で、笑わせてくれるぜ。イギリスマーク1はロタ。水墨画でマーク1は、おしゃれすぎるわな。そういえば職員室に、36系逃げる西数って、漢文で額が飾ってあって、なんか増えた。生徒会長のデスクトップ PC、iMac じゃなくて、芋って書いてあった。生徒会新聞の、生徒会メンバーのコメント部分の抜粋。角谷会長。まあ、西住ちゃんはじめ、みんなよくやってくれたんじゃない？まあこれからもバンバン進んでガンガン打って、どんどん勝っていこうって感じだね。小山副会長。勝ててよかったです。もし負けてたら、涙目。違います。次も頑張って勝ちたいと思います。でも、ももちゃんはもっと練習をした方がいいと思います。川島広報。西住は所詮戦術レベルで作戦を立てたに過ぎない。
今回の勝利は比嘉戦力の劣る中、戦略レベルでの私の作戦立案が元になっていることは、確定的に明らかである。そもそも、この後1時間ほど語られましたので、カットいたしました。編集部中、秋山殿の T シャツ、70P って書いてないか？ 70P って、秋山殿の好きな、ポーランド戦車だぞ。ところで、秋山殿のキャラ弁の戦車のタイヤはあれ何？梅干しの種？魚肉ソーセージと見たね。さすがはモントゴメリのとこのくだりが、よくわからんのだけど、あれは戦車の呼び名ってことなの？モントゴメリーは、アフリカでロンメルと戦ったイギリスの軍人。イギリスの偉人だけど、手堅い作戦を使うのが特徴で、ドイツ軍にも、手法がありきたりなので、特別に注意することはないとされてた。ゆかりに与えられたソウルネームの、グデイリアンって何なの？ドイツ機甲師団の生みの親と言われる軍政家で、実戦式にも秀でた優秀な将軍。戦車オタの秋山殿にとって、こんな嬉しいソウルネームはまずない。秋山殿の寝言、意味がわからない。教えてください。もう、そこはレオパルト2の格好法ですよ。レオパルト2は長らく、最強じゃね？とも言われたドイツの原料戦車。10式もある今、本当に最強かどうか、そもそも最初からその名に値したかどうかは置くとして、現代の戦車の最高峰の一つ。格好法は、ライフリング、螺旋状の溝が、砲身内に刻まれていない、つるっとした戦車砲。近年は基本的に全部この方式。当然威力は高い。最高の戦車砲を選ぶとか、そういう妄想でもしてたのか。A パート冒頭で、大洗駅前とかフェリー乗り場とか、聖地巡礼ポイント追加で、また行かねばならぬようだ。駅の描写の丁寧さに感動。感じのいい、ローカルな雰囲気が伝わってきた。鹿島臨海鉄道や、大洗駅も丁寧に描かれてたね。しかし列車内のまばらな客数までリアルに。もうちょい乗客書いてあげてよ。いつもかその鹿島臨海鉄道の再現は素晴らしかった。学生くらいしか普段乗らんからな、あの電車。大洗の情景、なんだか胸に染みたなぁ。また訪れたくなったよ。あんこう祭り行ってよかったと、また思ったわ。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。